皆さんこんにちは、沢渡一馬です。イラストを描かなくてはと思うものの、やる気が出なくてなかなか行動に移せないことはありませんか？例えば、気づけばスマホを触っていて時間だけが過ぎている。このようなお悩みに対し、科学的なアプローチで解決の手がかりをご紹介します。今回の動画の目的は先延ばしの解決にあります。さて、イラストを描くことへの情熱があるにもかかわらず、実際にペンを取るまでが難しい。このようなやる気が出ない状態は、実は先延ばしの一形態かもしれません。今回の動画では、先延ばしを解決する方法にフォーカスします。大前提として、行動を始めることができなければ成長や成果は望めません。多くの人が陥りがちなのが、より効率的な練習法を求めることですが、そこに時間を費やすよりも、実際に行動を起こすことの方がはるかに重要です。この認識を深めることが成長の第一歩となります。ちなみに私自身もイラストを描き始めるために長時間悩む経験がありましたが、先延ばしを克服する具体的な方法を見つけ出すことができました。この動画では面倒くさがりの自分を予定通りに動かす科学的方法という書籍をもとに行動科学に基づく有効なテクニックをご紹介します。最後までご覧いただければ思い立った時に即座にイラストを描けるようになる秘訣をつかむことができるでしょう。チャンネル紹介です。ちなみに私は大手システムインテグレーターで日々システム開発に従事している IT エンジニアです。また趣味で絵を描いており、小さい頃から約20年間絵を描く間にいくつかのコツをつかんできました。このチャンネルではイラスト技術の向上だけではなく、創造性を高め日常生活でも役立てるような実践的なメソッドを紹介しています。今日は特に先延ばしを乗り越えイラスト制作におけるモチベーションを高める方法に焦点を当てます。画力を向上させたい、または仕事や学業などでもっと成果を上げたい方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ここからは、先延ばしの行動科学的背景と練習を下げがちになる原因についてお話しします。その次に科学的な先延ばし対策についてお話しします。さあ、それでは原因から始めましょう。まず、意思と環境、行動するためにはどちらが重要なのでしょうか。一般的には行動をコントロールするのが意思の力だと考えがちですが、この考え方は解決策を見つける上での障害になります。意思よりも環境や行動の結果に注目することが行動を変えるのに効果的です。なぜなら、意思や気持ちのようなものに原因を求めると、具体的な解決策が見つからないからです。例えば、絵がうまく描けなかった場合、次はもっと頑張ろうという気持ちを抱くことはいいことですが、これだけでは具体的な改善策にはなりません。言ってしまえば、ただの掛け声に過ぎないということですね。それでは、何が行動するかどうかを決めているのか。それは行動の結果です。人間の行動パターンは、その結果によって大きく左右されます。もし行動からポジティブな結果が生じれば、その行動はより頻繁に行われるようになります。逆に、ネガティブな結果が得られたり、望む結果が一切得られなかった場合には、その行動は減少する傾向にあります。行動科学の分野では、行動を促進するポジティブな結果を強化値と呼び、行動を抑制するネガティブな結果を弱化値と呼んでいます。さらに、何か行動を起こしたとき、その結果としてすぐに良い報酬が得られれば、私たちはその行動を繰り返しやすくなります。反対に、行動がすぐには報われない場合、その行動を続けることが難しくなります。つまり、即時にポジティブな結果が得られる行動は繰り返されやすく、逆に結果が遅れる行動は避けられがちということです。この原理を即時結果と遅延結果の原理と呼びます。次に、絵の練習を先延ばしにしてしまう心理学的な背景とは何があるのでしょうか。イラスト制作やその練習は、その成果がすぐには見えにくい遅延報酬に属します。このため、即時に楽しさを感じさせる活動、例えばスマホをいじることやゲームをすることの魅力に比べて、練習を始めるハードルが高くなりがちです。イラスト制作やその練習は、その行動をしてからある程度時間が経過してから達成感や技術の向上という遅延結果をもたらします。一方、スマホ操作やゲームプレイは直ちに楽しい感覚を与える即時結果を提供するため、これらの活動がより魅力的に感じられるのです。この現象が絵の練習を先延ばしにしてしまう一因となっています。絵の練習に取り組む際、多くの場合、すぐには思うような結果が得られず、描きたいイメージをうまく表現できないといったネガティブな結果が目の前に現れます。例えば、斉藤直樹さんの3ヶ月練習法のような厳しい練習方法も、報酬が遅延結果から得られるという性質が原因で挫折する人が多いのです。
質の高い作品を目指す練習は確かに効果がありますが、その努力が報われるポジティブな結果を得るまでには相応の時間が必要になります。ちなみに、イラストの練習に苦痛を感じるのは初心者だけではありません。心理学者アンダース・エリクソンの研究によると、プロを目指すバイオリニストの学生でさえ、練習を楽しいと感じることは少ないです。これは即時報酬が少ないためと考えられます。まとめると、即時にポジティブな結果を求める人間の傾向と、練習から得られる遅延結果の性質が、絵の練習を先延ばしにする主な理由です。長期的な目標を達成するためには、遅延結果の価値よりもすぐに手に入る娯楽の方に価値を感じてしまう心理を受け入れる必要があります。しかし、遅延結果が得られるまで継続的に練習を続けることはメンタルヘルスにとって悪影響が考えられます。絵の練習を続ける中で、時にはネガティブな結果に直面することもあります。このような時、メンタルケアは創造性を維持し、ストレスを管理し、モチベーションを維持する上で不可欠です。そこで今後はこのメンタルケアに焦点を当てた動画も投稿していきます。メンタルヘルスを守りながら創造性を持続させるための具体的な方法と実用的なアドバイスを提供していきます。この重要なトピックに興味がある方はぜひチャンネル登録をお願いします。それでは次の章の内容紹介です。次の章では先延ばしの習慣をどう克服し、練習へのモチベーションを高めるかについて具体的な方法をご紹介します。行動科学に基づくアプローチを通じて、練習への取り組み方を根本から改善する戦略を解説します。さあ、ここからは科学的な先延ばしの解決方法について解説していきます。まず、先延ばしを解決する第一歩とは何でしょうか？それは自分の行動パターンを正確に把握することです。実際にどのような行動をとっているかを知ることで改善点が見えてきます。これは行動を変えるための戦略を立てる上で不可欠です。そのために有効な考え方が視認テストです。視認テストとは行動の具体性を高めるための有効な方法です。このテストでは行動を生きている人にしかできないこととして定義します。例えば、集中できないという状態をスマホを持って SNS を見るという具体的な行動に言い換えることで問題の原因を特定しやすくなります。このアプローチにより自分の行動に関する具体的な情報を得ることができ、それをもとに効果的な対策を立てることが可能になります。特に集中力が散漫になる原因を特定し、それに対する具体的な解決策を考える際に有効です。自己の行動を観察し言い換えることで、先延ばしの克服に向けた具体的なステップを踏み出すことができます。このプロセスを通じて自己認識を深め、行動の変化を促すことができます。スマホを見てしまうことへの対策としては、スマホを手の届かないところに隠しておくなどの対策が有効でしょう。次に、視認テストで言い換えた具体的な行動を ABC 分析を使って分析していきます。ABC 分析は行動分析における一つの有効なフレームワークで、行動を変えるためにその前後に起こる出来事を詳細に理解するのに役立ちます。ここでの A は行動の前に起こる状況、B は行動、そして C はその行動の後に起こる結果を指します。この分析を通じて、特定の行動を引き起こす要因を明確化し、望ましい行動へと導くための戦略を立てることができます。スマホを手に取って SNS を見るという具体的な行動を分析すると次のようになります。A、工程の多そうなイラストの制作や苦手な部分に関する練習に取り掛かろうとします。B、行動、スマホを手に取り SNS をチェックします。C、行動直後の結果、即時結果としてはなかなか思うように作品が完成しなかったり、苦手な部分がうまく描けなかったりするという嫌な経験を回避できます。遅延結果としては、やるべき作業ができなかったという罪悪感や達成感の欠如を招いてしまいます。このように、普段曖昧に解釈している問題を ABC 分析の枠組みで検討することで、問題の要因をシンプルに理解し、A と C のどこに対策を打っていくとか決めていくことができます。次に、行動直後の結果を変えていきます。行動の直後に得られる結果を変えることは、行動パターンを改善する上で非常に効果的な手段です。即時の結果がその行動の繰り返しを促すか抑制するかの鍵を握っています。つまり、望ましい行動に対して即時のネガティブな結果を設定することでその行動を抑制します。一方で、望ましい行動に対してのポジティブな結果を設定することで望ましい行動を促進します。また、長期にわたる結果が見込まれるタスクにおいては、細かく短期的な報酬を設定することでモチベーションを維持しやすくなります。イラストの上達のように最終結果が得られるまでに時間がかかる場合、途中で小さな
途中で小さな成功を祝うことで即時の満足感を得て継続的な努力を促すことができます。ここまでの情報を使ってスマホを手に取り SNS をチェックするという行動の対策を行っていきましょう。まず1つ目、作業の小区切りでの成功体験の設定。イラストの制作や苦手な部分の練習を小さなステップに分割し、各ステップの完了後に小さな報酬を設定します。例えば、一つの部分が書き終わるごとにお気に入りの音楽を数分聴く、短い休憩を取る、グミやチョコレートなどのおやつを少し食べるなどが考えられます。二つ目、進捗の可視化。作業の進捗を可視化することで、小さな成果でも確認しやすくし、モチベーションの向上を図ります。進捗を記録するノートを用意したり、壁に進捗表を貼り出すなどして、達成したことを目に見える形で確認できるようにします。ちなみに私は、このマインドマップアプリを使ってタスクを管理しています。例えばですけど、このような形で模写練習として腕を上げている肩周りのお手本を1枚模写する。で、次にお手本と自分の模写を重ね合わせてどこが書けていなかったのかをチェックします。で、気づいたことをメモする。私はこの3つのステップを模写練習の1サイクルとして考えています。タスクの進捗度合いを管理できるので、このような形で1個ずつプロセスが終わるたびに1つずつ完了にしていきます。最後に3つ目、自分を褒める。自分自身にポジティブなフィードバックを提供することで短期的な満足感を得ます。作業を一定時間行った後や小さな目標を達成した際には、やったぜと自分自身を褒めたり、達成感を感じるために短い瞑想や深呼吸を行うなどが有効です。次に行動の結果にどのような報酬を設定するかについてもう少し詳しく見ていきましょう。行動を改善するためには、行動を促す教科書を日常に取り入れる必要があります。具体的には、イラスト制作や練習を教科書とセットで考え、日常生活に溶け込ませることが効果的です。これにより、行動が自然と促されるように、教科書を適切に配置することが重要です。そのためには、自分の生活にすでにある教科書を認識することが必要です。ここでは、いつどんな報酬を自分に与えるかを表にして整理する方法をご紹介します。それが教科書マトリックスです。教科書マトリックスは自分の教科書を整理するためのフォーマットです。教科書マトリックスは、生活対人、トークン、文化、自己啓発という5つの種類が横軸となっています。縦軸は教科書が生じるタイミングを表しています。この教科書マトリックスの空欄を埋めることで、自分の生活における教科書の配置がどうなっているかを俯瞰することが可能になります。この5つのカテゴリーはあくまで著者が作ったものなので、自分に合うものがあれば、オリジナルのカテゴリーでも良いのかなとは思います。それぞれのカテゴリーについてまずは説明します。生活に関する教科書は、食べ物や飲み物のように生きるために必要な教科書や体が求めている教科書です。対人は他者との関係から得られる教科書です。例えば自分の努力に対するポジティブな注目を浴びたりするなどです。トークンは集めると別のものと交換できるような教科書です。お金が例です。僕は1時間のタスクの教科書として1000円のお小遣いと設定していたりします。文化は趣味などの余暇活動に関する教科書のことです。例えば動画を見たり音楽を聴いたりといったものです。イラスト制作も余暇活動ですが、上達のために行う負荷の高い練習そのものでは、教科書にならなさそうですね。最後に自己に関する教科書は自分に関する情報が得られることです。例えば自分に優しい言葉をかけて自分自身を励ましたり、自分の成長や変化に関する情報を見てニヤニヤしたりすることです。変化に関しては自分の古い絵を見て自分の上達を確認したりすると良いでしょうね。この表の15分ごとの欄にポテチ1枚と書いていたりするのは、ポテトチップスの袋を横に置いて時々かじりながら作業するようなイメージです。場面によっては行儀が悪いことと思われるかもしれませんが、この程度のことで先延ばししていた作業が始められるならお得です。カロリーが気になる人はコーヒーなど飲み物でも良いでしょう。今回使っている参考書籍では、一般的に人が高い集中を維持できる時間は基本単位として15分を目安としています。15分ごとに得られる教科書としては、どのようなものがあるのかを考えてみるのはとても有効です。もちろん15分というのは目安ですから、1から15分と考えると良いでしょう。次に、同じような作業をしていて飽きてくるタイミングが1時間頃。15分のラインよりもきちんとして休憩をとって作業の教科書とするのが得策です。僕自身はコーヒーを飲んだり動画を見たりといったことを行います。1日ごとの欄は1日に1、2度起こることを記載する欄です。
例えば、食事などで食事の直前に一仕事を行う習慣を作ることができれば、思い通りにならない自分を変える大きなチャンスとなります。他にも仮眠をとって疲労感を回復させたり、散歩をして気持ちや思考を切り替えることも有効です。このマトリックスを作成しながら、教科書と先延ばしにしている作業を連動させてリンクさせる方法を考えていきましょう。ここまでは、主に行動の結果が次に行動しやすくなるかどうかに影響を及ぼすとお話ししてきましたが、行動を開始するためのきっかけ作りも目標達成の道のりを容易にする重要な戦略です。ここでは行動連鎖の理解と、その連鎖を利用して行動を始めやすくするための方法について説明します。行動連鎖について簡単に説明します。通常、行動を取る際、その背後には複数の小さなステップが存在します。これらの小さなステップが連鎖的に続くことで、最終的には行動が形成されます。この一連のステップを行動連鎖と呼びます。この最初の小さな行動を明確にすることで、それを実行することが全体の行動連鎖を動かし、結果として目標に向かって進むことが容易になります。この方法は特に始めること自体に抵抗を感じる場合に有効な戦略となります。望ましくない行動を避けるには、その行動の最初のステップを取り除く、あるいは難しくすることが効果的です。例えば、スマホを手に取りやすい環境を変えることで、SNS を見る行動を減らすことができます。一方、望ましい行動を促進するためには、その行動の開始を容易にする環境を整えることが重要です。例えば、絵を描き始めるのが面倒な時、私はとりあえず左手用デバイスの電源をオンにして右手に持ちます。そうするとマウスを触れなくなるので、自然とペンを持って液タブの前で絵を描き始めることができます。このようなルールを決めておけば、あとは左手用デバイスをすぐに手に取れるように近くに置いてある環境を用意するだけです。行動連鎖を利用することで、望ましい行動を促進し、望ましくない行動を抑制することが可能になります。この理解を深め、自分の行動パターンを観察することで、目標に向けた具体的な戦略を立てることができます。行動の最初のステップを意識することで、より効果的に行動変容を図ることができるでしょう。最後に、やはり行動の即時結果があまりにネガティブだと、いくら行動連鎖を利用しても、なかなか行動を開始することができないものです。そのため、行動のハードルをできるだけ下げることも重要です。行動を始めたからには、最後まで行動を完了させないといけないという完璧主義な発想をやめて、少しでも作業ができれば良いという思考を持って行動を始めるようにすると良いでしょう。最後にまとめていきます。まず、行動をコントロールするには意志の力よりも行動や環境の即時結果に注目することがより効果的だということをご説明しました。そして、先延ばしは即時結果を求める自然な傾向と遅延結果の性質によって引き起こされます。遅延結果が手に入るまでの間、短期目標と報酬を設定する重要性について学びました。次に、先延ばし行動の解決には、まず自己の行動パターンを理解することが重要であり、視認テストを用いることで行動の具体性を高め、問題の原因を特定しやすくなることを説明しました。次に ABC 分析を利用して行動の前後に起こる出来事を明確にし、望ましくない行動を抑制し、望ましい行動を促進するための材料とすることをご紹介しました。そして、行動後の即時的な報酬が行動を起こす大きな動機づけになることに基づき、短期目標達成後の報酬設定の重要性を説明しました。次に、行動を始めやすくするためには行動連鎖の理解が重要であり、行動の最初の小さなステップを明確にすることで全体の行動連鎖を動かす方法をご紹介しました。最後に、教科書マトリックスを活用することで、個人に合った報酬を見つけ出し、目標達成後に受け取る報酬を表形式で管理する方法を学びました。報酬のタイミングを明確にし、行動と報酬の関連性を強化することで、望ましい行動の強化と継続を促進します。それでは最後に総括していきます。この動画を通じてご紹介した先延ばしを克服するための戦略は、単にイラスト制作に限らず、あらゆる目標達成のプロセスに適用可能です。自分を知り、環境を整え、小さな成功を積み重ねることで、私たちは自分自身の限界を超えて成長し続けることができます。最初に意志の力に頼ってはいけないとお話ししましたが、今回ご紹介した方法を始めるにあたっては、始めることの勇気と続けることの決意を持つことが必要です。これらが最終的には大きな変化へとつながるのです。それでは今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。